FP 試験をちゃんと受けようということで本を買ったら、この厚さ。はい、ありがとうございます。はい、ありがとう。はい、ありがとうございます。これ今隅っこ暮らしなの。うん。あ、この熊のでかさがすごい。いいよいいよ。これは何？わあ、すごいそれ。かわいいね。クリスマスだね。松？盆栽みたいな。それ松なの？ねじり松って書いてある。へえ、本当だ。すごい。でもこれ美味しそうでいいよね。美味しそう。食べれない。売り尽くしセール。変わったかな、なんか味が。彼、なんかドイツの。そうね。前も言ってたよね。あっという間に4時になってしまいました。カーテンを見に来たんですけど、カーテンはないということそもそものこんなにお茶にお金払ってやっぱりチーズケーキ大体奥さんが食べるだろうと思って奥さんの方に置かれましたけど僕が食べます。何ばっか食べてるから引っかかるんですね基本は健康なの。これは可愛い。これ。え？スタイルファクトリー。ここですね。めちゃくちゃ最近寒いんで手袋を買いに来ました。なんやねん。なんやねん。こんな時間から寝たら目が覚めたら夜になっちゃうんじゃないの。それじゃあ行ってくるよ。はい。めちゃくちゃ風冷たいけどやっぱり手袋というかあるから全然違うわ。各駅停車は新木場駅です。お待たせいたしました。まもなく発車いたします。今日12月15日ということで観光バス記念日です。初めて、観光バスが走ったから。ディズニーリゾートラインはお乗り換えです。The next station is 舞浜。おはようございます。今日はまた特別早いんじゃないですか。すごい。何時に来たの？7時。早いね。今日も素晴らしい朝日。言えないんですけど、やってて。翔太さん、どんどんスケールがやばいことになってるね。ですね。動画を撮っておきます。おはようございます。洗剤用に。早いやつにしたいね。早いやつにしましょう。月曜日から昼はラーメンということになりました。誰からお母さんからも連絡ないわ。すごいね。とんでもなく
寒い。今日はすごいね。やばい寒さです。久しぶりに今日バスです。このバスはとなっております。ご理解ご協力をお願いいたします。朝1分ほどお待ちください。西武線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は有楽町線。リモートができる場所をまず探さないと。今年もありがとうございました。ありがとうございました。そういう店じゃないんで。お高いうちに食べましょう。池袋です。これからね、福田新線に乗って帰ります。小手指駅です。なんとね、ここに着く1分前にバスが出ちゃってました。栄養バランスを考えていろいろ入ってる焦がしにんにく香る黒マー油豚骨ラーメン。おはようございます。12月17日水曜日の朝です。今年も早いもので12月17日になりました。よろしくお願いします。高橋さんって小手差しに縁がある人なんだ。ご利用くださいまして西武線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は有楽町線直ポートの三井ビルディング1階の朝です。7時25分、船橋競馬場の朝です。そもそもがそういうそういう話ではないっていうことですよね。お世話になってます。あれ切れちゃった。なるほど。渡辺さんの挙手での注文。エンタメが大好きでしてね、で見るたり来たりするのも好きですけど、歌ったり踊ったりが大好きですので、そういった活動もしていきたいので、そのためには心が豊かになるインプットもしていきたいということで、ニーズマッチの船橋ネクサス支部に参加しましてね、無事に終わったんですけど、もうね、名刺入れ忘れちゃってね、何しに来たんだか。でもそうだそうだね、結構分かる。Vlog に乗ります。美人の TikToker ぐらい。飲み終わりました。いや、まさかのこの時間。
菓子パンを買い込んで今日の宿に向かいたいと思います。船橋の朝です。これからねオフィスに向かいます。5時55分の船橋競馬場の空です。素晴らしい綺麗な、なんだろうあれは朝日というか朝焼けですね。 CPE の佐藤誠二です。緊急事態や災害時などによろしいんだけどな、責任準備金っていうのが3月4月に山を作りたいっていうところから行くとですね、はいはい何よりです。ありがとうございます。なんか熊と地震の話ばっかりになっちゃいました。すいませんね。顔写真入りのトランプ発注したところ発注ミスでこっち側が全部僕の顔になっちゃいました。なんだこれ。おお、なかなかじゃないですか。オフィスを出ました。これからね決起会の会場に向かいます。じゃあリーダーオブリーダーよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日の夜食さんです。今日ねマネージャー合宿ということでキックボードが持っていけないんでバスで通勤です。修理の業者にも、前お世話になった業者なんだけどそこにも一回電話したのね。おはようございます。野田さんごめんなさい使っちゃってました。ここマイさんもですねこんな感じに撮れますよっていう話だったんですけど、今日はですね午後は僕らはみんなマネージャー合宿で綺麗な空だな。僕はララポートビルから見える景色だけでもなんか毎朝心洗われる感じするじゃないですか。いいと思います。あそこのね朝日というかすごい綺麗だよね。あと馬がね頑張って走っててということで合宿地の木更津に到着しました。今日ないけど、ない。ありがとう。例えば話聞いてみたい人みたいに手を挙げてもらってくるので。うまいね。いやありがとうございます。瀬野さんなんか何から何まで全部手配してもらって。チェックアウトしました。帰ります。すげえめっちゃ近未来なバスターミナルです。有楽町線乗ろうと思って有楽町駅まで歩いてるつもりが
先に銀座一丁目駅見つけたんでかけます。ネット電車が所沢止まりすぐ寄ってしまいました。辛いの食べたら汗がやばいっす。まだ止まんない。まだね。でも美味しかった。ということでテイク2です。12月14日から20日日曜日から土曜日までの1週間のまとめということで、今日がなんと元日なので2週間近く遅れてます。先々週の動画ということになります。なのでクリスマスの前の週なんですよね。14日日曜日は FP1 級のテキストが届いてます。あとすごく久しぶりにマクドナルドでドライブスルーでお昼食べました。15日月曜日はまあいつも通り朝早く起きてキックボードでね出かけて夜遅い時間に帰りましたと。でね、16日火曜日から毎日忘年会があったという。17日水曜日はニーズマッチの皆さんとニーズマッチネクサス支部の皆さんと忘年会とか、18日木曜日は支社のキャンペーンリーダーの皆さんとの忘年会だったり、これは決起会ですかね。で19日は泊まりで木更津にマネージャー合宿に行きましたのでね、この日も飲みました。このねマネージャー合宿が結構ちゃんと話し合いというか議論というかね、もう午後早めに出かけて夕方からスタートして 3,4 時間話して、バーベキューやろうかなんていう準備を整えてたんですけど、焼肉がスタートしたのが夜10時過ぎということでね、議論が白熱しました。とても良かったですね。あとは土曜日最終日は合宿先の木更津から戻ってきてね、合宿の時にみんなでラーメンの話になったんですよね。ラーメンのお話ずっとしてたらもう無性にラーメンが食べたくなって、所沢駅でつけ麺鉄に寄って一人でつけ麺食べて帰ったというような、だからね、これ出来事羅列してもしょうがないんですけど、何せこの週はですね、相変わらず移動の時間多いんですけど、移動が20時間とかね、ミーティングもざっくり20時間とか、食事とか人脈とか、採用についての話し合いも多かったっていう。ただいっぱい並べてこの1週間家事に使った時間が3分ということで、家事の時間はほぼゼロでしたということです。もう集計非常にざっくりなんですけど、確かに家事全然やってないよなということで、ちょっと反省の1週間ということになりました。はい、今週もね、ともかく1週間無事に過ごすことができました。もう年が変わってますけれども、はい、またいい1週間にしたいということで、今週もよろしくお願いします。